皆さんどうも、こんにちは。バズ&トリビアニュースのまゆです。今日もネイティブのスピードで喋っていくけど、振り仮名やイラストでフォローするので、頑張って最後までついてきてね。さて、今回は、日本で今、世の中、世間を騒がせているあるトピックスがテーマです。何でしょう？お米の値段が高いこと？それもあるね。でも、お米の値段は生活に大きく影響するけど、今回のトピックスは本来私たちの暮らしに何も影響がないこと。それなのに日本で異常にニュースになるあれ。そう、不倫です。そんなくだらないことと思ってチャンネル変えないで。くだらないのに、どうして日本人はこんなに盛り上がるんだっていうのが今回のテーマなの。このチャンネルでは、レベルの高い日本語に出会えるだけでなく、日本人と関わる上で欠かせない彼らの価値観や考え方を知ることができます。ぜひチャンネル登録といいねで応援してもらえると嬉しいです。それではニュースの中身を見ていきましょう。不倫。人としての正しい生き方、倫理から外れたっていう感じで成り立つ不倫。結婚している人がパートナー、奥さんや旦那さん以外の人と恋愛関係を持っちゃうってこと。今、ある芸能人の不倫のニュースで話が持ちきり。日本では政治家や芸能人、有名人の不倫がスクープされると、たちまちインターネットにブワーって広がる、拡散されたり、ワイドショーっていう情報番組に取り上げられたりして、たくさんの人がその有名人を強く非難するの。少し難しいけど正しい表現で言うと、世間から糾弾されると言います。つまり、周りのみんなから責められるっていう意味。出ていた CM はなくなるし、出演予定だったドラマのシーンも削除、カットされたり、毎週出ていたテレビ番組からは降板、さよならさせられて、映画の公開イベントも出られないみたいな感じでね。なんでかっていうと、テレビを見ている人から抗議、つまり怒ったメッセージがたくさん寄せられるから。あんな不誠実な人見たくもない。チャンネル変えた。とか、CM の商品まで嫌いになりそうです。みたいな文句がものすごい殺到して、押し寄せて、CM しようとしていた商品や企業のイメージも下がるし、テレビ局も対応するのが大変だからなの。もちろん日本は一夫多妻制の国ではありません。一人の夫がたくさんの妻と結婚できない国です。だから、不倫は社会的にも人としても絶対にダメなこと。ある程度非難されるのは仕方がないと言えるのかもしれません。でもね、自分が浮気されたわけでもなければ、その芸能人の大ファンでもないのに、なぜかそのニュースがとても盛り上がるの。まあちょっと言い方は悪いけど、エンターテインメントみたいになってる感じ？だから日本に住んでみると、なんで日本人はこんなに有名人の不倫で盛り上がるのって思う外国の方もいるかもしれません。その問いに今回はお答えしましょう。ちなみに、じゃあ本当に日本人は常に芸能人の不倫の話ばかりしているのかっていうと、それはね、違うの。ネットとかテレビとかメディアの世界だけなの。例えば、直接友達と会ってる時とかに、あの芸能人の不倫、私本当に許せない。みたいな話をする人ってあんまりいないんだよね。そんなことを突然言われたら、どうしたの？あなた奥さんじゃないのに、そんな怒る必要ある？みたいに思うし、ちょっと変わった人って思うかな。だって実際関係ないし、
会ったこともないし、その芸能人の大ファンっていうほどでもなければ、正直どうでもいい話でしょとか言いながらもね。まあそりゃ、不倫の話に全く興味がない。そんな成人ですみたいな話じゃなくて、例えば、会社とか、学校とか、普段の生活圏の中で、本当に自分と関わりのある人にそういう噂が出たときは、あの人とあの人が、ちょっと引く、みたいな反応はする。まあ、女同士だと特にね、井戸端会議って言うんだけど、くだらない噂話をワイワイする場。飲みの場、お酒を飲む飲みの場とかでは特にある。でも、芸能人みたいに、それによって辞職しろとか、解雇しろとか、そういう話はあんまり出ないかな。ただの話のネタとして終わることが多いよね。まあ、だから結局ね、日本人もみんなわかってる。芸能人の不倫とかネットでは盛り上がるけど、リアルな場で真剣に腹を立てたり話題にするのはちょっと恥ずかしいことってわかってるんだよね。じゃあなんで集団になると、社会になるとこんなにも不倫は叩かれるのか。日本の社会心理学者、世の中と人の心を研究する学問だよね。その社会心理学者にこのことについてアンケートを取った記事があったのでご紹介します。まずこの質問。日本人は有名人の浮気、不倫報道に対して海外よりも敏感に、つまり強く反応していると思いますかという質問には9割近く、90% 近くがとてもそう思う。ややそう思うと回答しているの。その理由として挙げられた日本社会の特徴トップ3はこの通り。集団主義だから。倫理観が高いから。正義信仰が強いから。難しい漢字が多いけど、これまさに日本人の価値観っていう感じだから、一つずつ噛み砕いて、つまり丁寧に説明していきますね。まずは集団主義だから。これはね、個人よりも集団、みんなを優先する考え方のこと。自分がどう思うかよりも、周りがどう思うかを大切にする。みんなと同じであることが安心で正しいとされやすいことかな。例えば、意見が違っても黙って合わせます。輪を乱したくないから。私これ会社でやったことある。それから制服やマスクはみんなで着用します。周りと違うと不安だから。これコロナの時そうでした。それから利己的な、自分勝手な行動は許せない。空気を乱すから。これは学校などでも見られます。だから不倫する芸能人は許せない。集団の価値観、みんなのルールを乱すから。これ誰もが全員じゃないの。個人だと違うこともある。あくまで集団になると、社会になるとそういう傾向があるってこと。マスコミ、マスメディアの過剰な報道とか、こういった国民性によって、みんなの意見として、世論としてまとまりやすいんだよね。そして2位は、倫理観が強いから。倫理観っていうのは、さっきも説明したように、人として何がいいことで何が悪いのかを考える心のこと、モラルに近いかな。日本人って真面目だなっていうイメージありませんか？その通り。日本では人として正しく生きることがとても大切にされます。だから嘘をつかないとか、ルールを守る。それから結婚したらパートナーを大切にする。こういった人としての正しさを守る心が強い。
これを倫理観が強いって言います。これもね、全員じゃないよ。不真面目な人もいるし、騙す人もいる。でも、海外に比べたら、例えば、観光客の人がタクシーや買い物でぼったくられる。騙される可能性は格段に低いと思うし、とにかく社会として誠実な傾向が強いと思う。だからこそ、そのルールを乱す。不倫みたいな行為は許せないって思うんだよね。3位は正義信仰が強いため。世の中に正しさを求める一方で、不倫した人に対して、ざまあ見ろ、悪いことをしたんだから当然だ、と思う気持ちのことかな。記事では、公正世界信念っていう、日本人でもちょっと難しい、専門的な用語を使っていたので、ちょっと簡単に言い換えています。いいことをすればいいことが返ってくる。悪いことをすると罰を受けるっていう考え方。日本ではこの気持ちが強い人が多いので、不倫した芸能人を責めてもいいと思いやすいのではという意見です。その他にも、日本は感情的だけど、海外は金銭で解決しているよね。とか、あと海外は個人主義なので、あくまで個人のこととして捉えるけど、日本はみんなが騒ぎ立てて謝罪をさせるよねという意見もありました。前の動画で説明した謝罪文化のある国だからね。皆さんの国では有名人の不倫ってどうですか？許せない派？どうでもいい派？よかったらコメントで教えてくださいね。私はね、芸能人の不倫はどうでもいい。でも、自分の旦那さんの不倫は絶対に許しません。それでは今日のニュースはここまで。みんな今日も最後まで見てくれてありがとう。今日は芸能人の不倫報道から見える日本社会の特徴についてお話ししました。今日も初めて聞く日本語たくさんあったかもしれません。何度も聞き返して日本語の勉強に役立ててくださいね。それでは皆さんまた次回のニュースもお楽しみに。また